はいどうも、ワンソクチューブです。今回ですね、なんと、ランドローバーのディフェンダー、私も購入したディフェンダーの試乗、ようやくできることになりました。契約したのは3月だったんですけれども、今8月ということで、ようやく、試乗車も、店頭入っていると思います。ということで、今回試乗するのは、ディフェンダーのベースグレードですね。車両本体価格は589万円からとなっていますが、オプションとかね、いろいろついてるんですが、それはね、もう本当に覚えられないぐらい、いろんな仕様があるので、詳しくはね、ホームページの方を見ていただければと思います。じゃあ、それではね、エンジンをかけてみましょう。ポチ。はい、めっちゃ静か。こちら2リッターのガソリンエンジンですね。で、組み合わされているのが8速 AT でしたっけ？はい。それでは、この、ガングリップタイプの、シフトを押しながら下に入れると、D に入りました。D に入れると、このなんか360度モニターみたいなのが立ち上がるんですね。それでは、こちらは電動パーキングブレーキついていますので、ブレーキペダルを離せばそのまま発進することができます。それでは、漕ぎ出していきましょう。乗り心地はめちゃくちゃいい。段差超えただけでわかる、いかにもボディ剛性がめちゃくちゃ高いというような、感じの乗り心地で、もう本当に路面からの、ざらつきとか全く拾ってないですね。で、今ブレーキ踏んだんですけど、かなりがっつり効きますね。そして今走り出しましたが、結構、ボディ上矢の動きはゆったり、やっぱりね、車高が高くて、オフロードを走るような形になっているので、結構ふんわり、路面のギャップをいなしていくような感じ。だから、クルーザーが、海原を行くような感じで、波を、このようにね、突き抜けていくような感じの、ゆったりとした乗り味ですね。でも、ボディ剛性は、鬼のよう。これはすごい。確か、なんか、ラダーフレームではなく、今回、モノコックになってるんですけど、なんか従来のなんか3倍ぐらいのなんかボディ3倍でしたっけ？なんかめちゃくちゃボディ剛性が上がっていると。ラダーフレームの3倍のボディ剛性ってどういうこっちゃっていうところなんですけど、確かランドローバー史上めちゃくちゃ硬いボディ剛性になってるっていうような感じで、伺っています。そして今回なんと、電動パーキングブレーキにブレーキホールドがついたと。今ホールドってついてますね。これって、イボークみたいに奥までグッと踏むと作動するんですか？そうですね。表示されているホールドという、アイコンがつきましたら、はい、もうそれ、ホールドのオンになっている状態になりますので、必ずシートベルトをしている状態になりますので、はい、確認は一応文字が点灯しましたら、ホールドされているというふうなご確認をいただければと思います。これ、車速がゼロになるとつくのかな？じゃない、やっぱブレーキが強めに踏まないとホールドされないと。まあだからメルセデスとかに近い制御になってると思います。普通に車速がゼロになっただけだとホールドはされないで、ブレーキペダルをグッと踏み込むと、ホールドされるという形で、私もね、この、ブレーキホールドの制御が一番いいと、メルセデスと同じタイプの制御が一番いいと思ってるんですけども、なぜかというと、例えば右折信号待ちであるとか、駐車をするときにバックで切り返すときなんかは逆にホールドされない方がありがたいシーンっていうのはあるんですけども、そういうときはやっぱり踏み加減で、ホールドするしないを選べるので、こっちの方が理想的かなと思います。やっぱね、ランドローバーの車も、イボークから、ブレーキホールドがようやくついたので、私も買うことができたと。今まではブレーキホールドがついてない車は買わない今日というね、電波鏡というのに入ってますけども、それのおかげでちょっと宗教上の理由で買えなかったんですけど、今回のやっぱイボークはじめ、ディスカバリースポーツと、このディフェンダーに関しては、購入することができるという形で本当に良かったですね。今回、見た目にも惚れて、もう試乗もしないでまた相変わらず買ってるんですけども、まあ今一乗りした感じ、いや、これ買ってよかったなと思える、街中を軽く流した瞬間にわかる、もう各部の、なんつうんでしょう、合成感が半端ないんですよね。ブレーキのタッチの、ブレーキの合成もそうですし、アクセルに対する、トルクの付き方とかも、すごいね、リニアですね。なんで、この巨体に
2リッターターボで足りるのかなっていう最初ちょっと不安はありました。で、確かに本国とかではディーゼルとかもラインナップされてるんですけど、今走った感じ、いやもう全然めちゃくちゃちょうどいい塩梅と言っていいほど、アクセルに対するトルクのつきがめちゃくちゃいいです。そしてめちゃくちゃ静か。いや、これはね、いい車感が半端ないですね。そうですね。従来の先代のディフェンダーですと、どうしてもロードノイズがですね、オンロードになると来てましたけれども、今回こちらも実はオフロードのタイヤを装着しておりまして、そうなんですね。はい。でそのタイヤで、実際高速の、試乗も私たち、研修でしてきましたけれども、ノイズがほとんどないというところでですね、オンロードの方でも非常に意識した作りになって、いるというようなことでございます。非常にですね、オフロードのオフロード走行される場合よりも、オンロードで走られる機会の方がそうですね、多いですからね。そういったところもメーカーの方も意識して作ったのかなと。はい。確かにディフェンダーっていうと、なんかこう、山をこう、泥んこを走ってるプロモーションが多いですけど、実際乗られる方は、まあ、街乗りが 99% みたいな、多分、あえてそういうね、砂利道とか行かない限りは、普通は街中乗られる方が多いと思う中で、このオフロードタイヤを履いててこれってことですよね。確か最大水深が90センチまで確か水の中入れるっていう風に歌ってますけど、まあ他のね、ランドローバーとかの車もまあ65センチであったりとか、普通の一般的な車よりはるかにその水深の深いところに、入っても脱出できるという車になってますが、その中でもディフェンダーは90センチとほぼ1メーターぐらいまでの水深まで耐えられるってことなんで、まあ、昨今結構そのね、日本でも台風の被害とか豪雨の被害があって、道路が水が増水して川になってるの気がつかないで突入しちゃって流されてお亡くなりになってしまってる方とかいる中で、やっぱこういうディフェンダーとかだとやっぱりそのサバイバル力というかがもう全然違うなと。まあそれに備えて車買われる方っていうのはいないとは思うんですけど、まあたまたま買ったディフェンダーがそういうその増水とかでも、生き残る確率が高い性能を持ってるっていう面ではすごく安心感があるかなと。僕もだから逃げるときはこれで、ね、逃げようかなと思いますけど。はい。まあ、救助のね、国によっては救助の車として、使っているところがあるようですしね。非常に、やっぱり皆さん、世界各国の方から注目を浴びている車なのかなと、はい、思ってる。やっぱオンロードの先ほど言ってた、乗り心地がいいっていうふうにおっしゃってたところも、まあ、今まではコックではなくラダーフレームだったので、こう結構跳ねちゃうと。ギャップとか、あとはそのうねりの部分だと、オンロードだと逆にこう跳ねちゃって、飲み物がこぼれちゃうみたいなことを、カーバウのマットさんっていう、結構イギリスの、自動車のね、レビューする YouTube チャンネルの方も言ってましたけど、それが今回モノコックになって、もう乗り心地がもう格段に良くなったと。で、もう、水も飲めると。すごいスピードで飛ばしてても水も飲めるというのがすごく、褒めてた。カーワーのマットさんが絶賛してた車っていうので、僕もすごく、印象に残ってるんですけど、まあ、それぐらいよくできてる車だなと思いますね。で、結構やっぱ内装の質感、これ、ベースグレードなんですけど、いやもうこれ十分と思える、出来になってますよね。まあ、ここなんか、なんて言うんでしたっけ、この陶器みたいなやつ。クロスカービームという。クロスカービームっていうちょっとオプションついてますけども、そこがね、ここはちょっと陶器みたいな、質感に、こことここがなるのはついてますけど、それ以外は大体この辺は、標準で、ソフトの、ステッチ付きのなんかこう、がっしりとした素材、しかもソフトな素材になっていて、本当にね、なんかちょうどいい、革だとか、メッキだとかっていうのに頼らない質感演出になっていて、この新しいその高級感の提案、今まではやっぱその高級といえば本革で、メッキがついてて木目がついててみたいな、イメージがありましたけど、そうじゃない質感演出をしてるっていうところがもう新しさを感じるし、このあえてねこう
ドアの鉄板が見えていたりする部分があったり、あとこうなんかボルトのネジみたいなのがむき出しになってるとかっていうのを見せるデザインになっていたりするのも、いやさすがはランドローバーの車っていう感じがありますね。ステアフィールに関しては結構操舵力が軽めですね。で多分速度が上がっていくともっとどっしりしてくるんだと思いますが、街中での操舵力はかなり軽いです。で、クイックかっていうとそこまでクイックではないので、やっぱりその、オフロードを走る車なので、少しその辺は、クイックすぎない、マイルドなステアフィールになっていると思いますが、ロードインフォメーションが感じないという感じではなく、これもまたね、やっぱステア合成がめちゃくちゃいいんで、なんかね、絶妙に上質な感じになってますね。いや、これはね、いい車ですね。本当に。そして今結構細い路地に入っていきましたが、もうむちゃくちゃボディはでかいんですけど、見切りがめちゃくちゃ良いので、そういったところでの、こう、四隅の把握っていうのはすごくしやすいです。そして、座っている着座位置も、高いので、本当にね、車を見下ろしてる感じっていうのがすごいありますね。そういうところはなんかめちゃくちゃ気分がいいですね。なんか、こう、他の車をこう、下の方に見るみたいなね、見下ろす感じが半端ないですね。で、ボンネットもやっぱり、スクエアで見切りがいいし、A ピラーが結構立っているので、本当に、国産車でいうとほんとスバルとかのような見切りの良さというか、があって、格好優先で、こう、A ピラーが寝すぎちゃってると、本当に車上感覚ってつかみづらいんですけど、ディフェンダーにおいては、ボディは大きいけれども、車上感覚、四隅の感覚っていうのは非常につかみやすいですね。まあ、とはいえ、ちょっと5メーターを超える、後ろの背面タイヤを含めて、サイズなので、まあ、内輪差とかには注意して運転する必要はあると思いますけど、本当に運転自体はそんなに、しにくいという感じはないですね。本当にこのスクエアな A ピラーとかもやっぱ、こう、立ってる A ピラーとかも見切りが良くて、車内が広い感じがしますよね。はい。このダッシュボードのこう感じとかも、まあ、ほぼフラットで、それがそのままボンネットにこう、繋がって見えるっていうのも面白いなと思うし、いや、デザインの妙がありますね。で、本当に、街中の緩やかな、こう、今結構渋滞してるようなシーンですけど、ブレーキは本当にがっつり効くし、で、アイドリングストップ今してますけども、そのしつけもすごく静かですね。止まる時も静か。エンジンがかかる時も、騒音振動に関しては本当に静かってことで、結構ちゃんとって言ったらあれですけど、アイドリングストップしますね。結構暑いんで、まあ今、エアコンの関係でかかりましたけど、もっと輸入車って止まんないかなと思ったけど、ちゃんとアイドリングストップもしますね。で、これベースグレードなので、メーターは、大きな液晶ではなく、中央に、まあ、7インチか8インチぐらいのものがついているアナログ二眼の、タイプになりますけど、これはこれでね、いい感じですね。うん。今回意外とウォークスルーの車が意外と出てるんですよ。これはセダコンソールなしって言ってるんでしょうかね。これ安い方でしたっけ？安い方。これはね、コンソールがついてる方なんで、ついてない方が安いんですけど、へー。よく、戸建てで、駐車場付きの方って寄せるじゃないですか。こうまたげるんで。なるほど、なるほど。はい。まあ、そういうメリットをもうちょっと考えてる方なんかにも、まあ、ちょっと他の車となかったりするんで。確かに SUV でここウォークスルーできる車ってないかも。ね、だから右寄せしてる方なんかは意外と、結構右寄せして止めてる一戸建てのお客さんいますよね。はいはい、あ、そういうのも選べると。はい。逆にでも HSE とか選んじゃうと選べないんでしたっけ？そうです。コンソール付きのものになってしまうんで。じゃあその割と安い方のグレードで、ウォークスルーが付いてる車を選ばれてる人もいると。それは賢いですね。まんまもうここがない感じですね。この下の方の部分っていう形なので。じゃあ頑張ってまたげばいける。またげちゃうという。はい。で天井もやっぱり高いので、ちょっと本当にかわしやすいと言いますかね。はい。今これで、4000回転弱まで回しましたけど、めちゃくちゃシルキーに回るな。多分遮音性が尋常じゃないぐらい対策がされてるからだと思うんですけど、全然回転数が回ってるっていう感じがない、すごく静かな回転フィールですね。
で、ブレーキはかなりがっつり、踏み始めから、制動力が立ち上がるんで、慣れないと、ちょっとややカックン気味になるっていう感じはありますね。ちょっと効きすぎる感がある。まあ、重いボディなんで、ストッピングパワーは、まあ、大いに越したことはないっていうことだと思うんですけど、この辺はちょっと慣れが必要かなっていう気がしますね。いや、でも、もうちょっと踏んでみたいなっていう感じはありますけどね。ステアは結構、低速だと軽いんで、まあ、奥様とかが運転する場合にも、ディフェンダーだからよっこいしょってことはなく、割とスイスイと回っちゃう感じですね。で、アイドリングストップからの復帰も、まあ、早いと。で、幅は2メーターぐらいあるんでしたっけ ?1.9 とか。1995ですね。ほぼ2メーターなんですけど、ミラーが割と幅狭タイプになってるんで、ミラートゥミラーはまあそこまでむちゃくちゃ幅が広いっていうわけじゃないように作られてるのはまあありがたいかなというところですね。で、今、市街地の、緩やかなカーブを曲がってってますけども、で、結構ロールをするのかなと思いきや、結構粘りますね。で、今、こう結構ギャップが、ガタガタしてる道を走ってますけども、本当にやっぱこうペットボトルのお水がこぼれるようなことはなく、ぬしぬしと押しつぶすような、巨体で押しつぶしていくような乗り心地の良さっていうのがあるんで、本当に、クルーザー、本当海原を行くクルーザーのような、ゆったりとした乗り味になってますね。で、中間加速からの踏み足でもトルクが立ち上がって、今も2000回転ちょっとしか回ってないですけど、相当トルクフルに加速をしていくという形になってます。で、今ここ結構90度に曲がる狭いコーナーなんですけど、ステア軽いな、やっぱ、クイッて曲がりますね。なんかこう、あんまり本当にボディの大きさは意識しないぐらい、軽やかな身のこなしという感じがします。これがね、もう本当に面白い車で、オンリーワンな、面白さがあるユニークな車なんですけど、まあ私も購入して、一番のネックが納期とそうですね、いうことで、まあそれだけ、今購入するとどれぐらいとかそうですね、今ですと、やはり納期の方がですね、まあ1年から1年半ぐらいを見ていただくような形になるかと思います。そんなにかかりますか？はい。実際に早期でですね、限定予約のお客様の車もですね、やはり早い方でもやはり10月から11月、年末にかけてというような形になるので、多少ちょっとお時間は頂戴するかと思いますので、楽しみに待っていただく時間と考えていただければ非常に良いかと思います。本当に、ネックは本当納期だけというところですね。まあ私は割と3月に契約したんで、年内に納車されそうということなんで、まあそのね、ディフェンダーの良さをですね、なるべく伝えていけたらなと思いますんで、納車待ちの人はね、ワンソクチューブを見て、その納車待ちの時間をもう何回も再生して、再生回数回していただければと思います。といった感じで試乗も終了で、今、ディーラー戻ってきましたので、これ P は P をボタンを押すと、P に入って、電動パーキングブレーキも、作動して、止まるということですね。試乗終了でありがとうございました。といった感じで、新型のディフェンダー、こちらのですね、ベースグレード、試乗させていただきましたが、どうだったでしょうか？まあ私もね、購入して納車待ち、もうかれこれね、半年近くもう待ってるんですけれども、まあ当初の予定ではね、納車まで1年ぐらいかかると言っていたのが、まあ私、スタートアップエディションというね、初期の、限定モデル、買うことができたので、比較的早い、納車になりそうです。これからもね、ディフェンダーの情報なども発信していきたいと思いますので、埼玉エリアでね、ジャガー、ランドローバーの車を検討されている方はね、ディーラーさん紹介しますので、コメントとかいただければと思いますが、私にね、わざわざ紹介していただかなくても、ジャガー、ランドローバー、浦和南店、こちらで、ディフェンダーの試乗もできますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。まあね、たまにはね、こう、いろいろな、ドイツ車とかね、国産車じゃない車も、取り上げていけたらなと思いますので、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは、買いたいあなたの背中を押すチャンネル、そしてあなたの物欲を刺激するチャンネル、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。